2020年6月1日から15日までの双子座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。6月1日から15日までの双子座さんのリーディングを行います。まずはお誕生日おめでとうございます。こちらにマジシャンが2回連続で出てきております。前回違うカードデッキだったんですけれども、5月前半にタワーが出て、5月後半にマジシャン、そして6月前半もマジシャンっていうのは、その5月前半にもし手放さなきゃいけなかったものがあったとか、この自分の中で価値観がひっくり返るような出来事があったりとか、基盤が揺らぐような出来事があったっていうような方がいらっしゃいましたら、それがきっかけで、この自分らしい人生っていうものを作っていくとか、自分らしい人間関係を育んでいくとか、その5月前半までに起こったような出来事っていうのが、そういった自分らしい人生を歩んでいくために必要な出来事だったっていう方がいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思いました。今回言われているのは人間関係ですね。こちらに大天使ラグエル様の愛と調和というカードと、そして天秤座満月のカードが出てるんですが、これが何を意味するかというと、こう何かが満ちていくんですね。しかもこの天秤座のエネルギー、愛のエネルギーで、しかもこちらにロマンスっていうカードも出てますので、このロマンスの関係が満ちていくっていう方がいらっしゃるんじゃないかなと思いました。それは、こちらにカップの6も出てますので、交際期間が長かった方とか、例えば高校時代から付き合ってるとか、そういう長い交際期間を経て、ここで結ばれる。例えばお誕生日にご結婚されるとか、そういう方もいらっしゃるのかなっていう感じがしますし、あとこの愛のエネルギーとこのバランスが取れているっていうことで、そういうバランスが取れてる人っていうのは、愛のエネルギーっていうものが外に溢れてくるんですね。だからこそ、そういうエネルギーを持った人のところには人が集まってくる。そして、有効な人間関係っていうものを築き合える。何かのグループみたいなものがあって、そこの中心人物に知らず知らずのうちになっていくような人っていう感じなんですね。双子座さんですとコミュニケーション能力がとても高い方がいらっしゃると思うんですが、そういう能力だけじゃなくって、その人がいるとその場が和むとか、その人がいないとグループが全く回らないとか、なんかまとまらないとか、そういった人っていうのは、コミュニケーション能力以外にもこういう愛のエネルギーが出てる人なんですね。だからこそ、人間関係が円滑に回っていく。この絡まった糸っていうものがほどけてくるんですね、そのエネルギーで。そういう人っていうのは、このマジシャンが出てますけれども、そういう自分を大切にできる人なんですね。自分を大切にするからこそ、自分の能力っていうものを活かして、そして自分の人生っていうものを歩めてるからこそ、そういうエネルギーが外に溢れ出していく。何が先かというと、この自分を大切にすることっていうところが先なんですね。
自分を大切にしているからこそ、誰かを愛することができるし、誰かに愛されることができる。この時期は、そういうことに気づかされるっていうこともあると思いますし、あと周りの人に言われるっていうこともあるのかなっていうふうに思いました。それはあなたがこの自分で自分の世界を築いていくために、自分の道を開いていくために、とても大きな励みにもなると思いますし、あとこの愛のエネルギーっていうものがあなたの道を開いていくっていうふうにも思いました。ですので、まずは自分をケアするっていうことを忘れないでいただきたいなと思います。自分の心と体と魂が喜ぶようなことをする。それがあなたの才能を磨いていくっていうことにもつながってくる方もいらっしゃると思いますし、それはあなたがこの自分しか生きられないこの人生っていうものを開いていくために必要なエネルギーになるはずですので、ぜひそういう時間を意識して取られてみてください。そしてこちらのソードのナイト。こちらの映画、ドン・キホーテが描かれてますけれども、ソードのナイトというととても速いんですね。スピードが速い。そして双子座さんもこの風のエネルギーですし、この時期っていうのは双子座さんのところにいろんな星が集まってるんですね。ですので、とても物事が早く進むと思います。そしてこの言葉が、キルケゴールの言葉が書かれてるんですけれども、直訳いたしますと、勇気を持って挑むことは、自分の立場を一時的に危うくすることになるが、それをしなければ自分自身を失うことになるという言葉です。この時期はすごく早く進むとも思うんですけれども、ご自身の決断もすごく早いと思うんですね。今までだったら1週間寝かせておいてしていたような返事とか、そういったものも即座に決断して回答するっていうようなエネルギーが働いてくると思うんですね。それはまさにこの言葉の通り、自分自身を失わないための決断にもなると思います。この時期、この人間関係もそうなんですけれども、とても大きな決断をされる方がいらっしゃるのかなっていう感じですね。でもその決断っていうのは、このマジシャンが指す通り、この5月後半ぐらいからエネルギー続いてると思うんですけれども、この自分の人生っていうものを自分の足で、自分の手で、自分の考えで切り開いていくための重要な決断なんですね。そしてこちらのカップの毒も、過去なんですよね。この時期って天体が逆行している時期で、過去から学ぶっていうのもとても良い時期なんですね。過去の中から大きなヒントを得るっていう方が多くいらっしゃるんじゃないかなって思うんですけれども、でもこのカップの毒が出ているっていうことで、双子座さんの場合は、その過去っていうのは、大抵の方は半年以内の過去なんですけれども、もっと遡る人がいるんじゃないかなっていうふうに思いました。本当に幼い頃とか、例えばもう音信不通になっていたような幼馴染から連絡が来るとか、再びつながるような、そしてこれからの関係を結んでいくような方もいらっしゃるんじゃないかなっていう感じもしますし、ある方にとっては、このマジシャンの、この自分の人生を切り開いていくっていうスタートのカードが、この原点に帰るっていう方もいらっしゃるのかなっていう感じですね。もしかしたら、今まで、例えば5月前半まで偽りの人生を生きていたっていうことに気づいて、そして原点に帰るっていう方もいるのかなっていう感じもしますし、あと、これだけ愛のエネルギーが溢れているようなバランスが取れている時期ですので、どんな無理だと思われていたような交渉事っていうものもうまくいくっていうふうに言われていると思います。これはとても大きな誕生日プレゼントかなと思いますので、何か交渉しなきゃいけないような立場にいらっしゃる方いらっしゃいましたら、ぜひこの時期チャレンジしてみてください。うまくいくと思います。この言葉にも書かれてますけれども、この自分を失わずに自分を生かす道を選ぶ、そういう大きな決断っていうものを
今回このカード全体からすごく感じますし、この天秤座満月の言葉が、誰もがウィンウィンな結果になるんですよっていう風に言われてるんですね。だからこのあなたが自分を生かすことっていうのは、あなたがただの我を通してするっていうことじゃなくって、あなたがこの愛のエネルギーを持って自分の道を切り開いていく、自分を生かしていくことによって、誰かを助けるっていうことにもなるんじゃないかなっていうふうに思いました。ですので、躊躇しないで自分を生かすっていうこのステージに進んでいただきたいなと思いました。それでは6月1日から15日までの双子座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。